匠はスランプに陥っていた。やる気がないというか、勘がさえないというか、俺が心霊スポットでも連れて行ってくださいよと言っても上の空で、たまにポケットから1円玉を4枚ほど出したかと思うと、手の甲の上で振って、ダメ、気が悪いとかブツブツ言っては寝転がる始末だった。それがあるとき、急に手相を見せろと手を掴んできた。こりゃ悪い。悪すぎて僕にはわかんない。気になるよね。ねえ。勝手なことを言えるものだ。行こう行こう。無理やりだったが、師匠のやる気が出るのは嬉しかった。どこに行くとは言ってくれなかったが、俺は師匠について電車に乗った。着いたのは、隣の県の中核都市の駅だった。駅を出て、駅前のアーケード街をずんずん歩いていった。商店街の一角に、手相という手書きの紙を台の上に乗せて座っているおじさんがいた。師匠は親しげに話しかけ、僕の親戚だという。宗義と名乗った手相見師は、あれを見に来たなと言うと、不機嫌そうな顔をしていた。宗義さんは地元では名の売れた人で、浅野八郎の系列ということだった。俺はよくわからないまま、とりあえず手相を見てもらったが、女男の相が出てること以外は特に悪いことも言われなかった。金税関という人差し指と中指の間から小指まで伸びる半円が強く出ていると言われたのが嬉しかった。芸術家の相だそうな。前回は見てもらわないんですかと言うと、宗義さんは師匠を睨んで、見んでもわかる地相が出とる。師匠はえええと笑うだけだった。夜の店じまいまできっかり待たされて、宗義さんの家に連れて行ってもらった。大きな日本家屋だった。手相見師は道楽らしかった。晩ご飯のご商売に預かり、泊まっていけというので俺は風呂を借りた。風呂から出ると、師匠がやってきて、一緒に来いという。敷地の裏手にあった土蔵に向かうと、宗義さんが待っていた。確かにお前には見る権利があるが、感心せんな。師匠は、固いことを言うなよ、と、土蔵の中へ入っていった。土蔵の奥に、下へ続くはしごのような階段が
ちはそれを降りた。今回の師匠の目的らしい。俺はドキドキした。師匠の目が輝いているからだ。こういう時はやばいものに必ず出会う。思ったより長く、まるまる地下2階くらいまで降りた先には、畳敷きの地下室があった。黄色いランプ灯が天井にかかっている。6畳ぐらいの広さに壁は土がむき出して、畳もすぐ下は土のようだった。もともとは自家製の防空壕だった。と後で教わった。部屋の隅に異様なものがあった。それは巨大な壺だった。俺の胸ほどの高さに抱えきれない横幅。しかも見慣れた時期や陶器でなく、縄目がついた素焼きの壺だ。これって縄文土器じゃないんすか。宗義さんが首を振った。いや、弥生式だな。穀物を貯蔵するための器だ。そんなものがなんでここにあるんだ、と当然思った。師匠は壺に近づくと、まちまちと眺め始めた。これは、バレの祖父かな。戦時中のどさくさでくすねてきたものだ。宗義さんは、俺でも知っている遺跡の名前を挙げた。その時、師匠が口を開いた。これが穀物を貯蔵してたって。笑ってるようだ。黄色い明かりの下でさえ、壺は、正気がないような暗い色をしていた。宗義さんがうなった。バレの祖父はな、この壺は人骨を収めていたという。見えるというんだ。壺の口から覗くと、死者の顔が。俺は震えた。バキとはいえ、まだ初秋だ。肌寒さには遠いはずが、寒気に襲われた。時に、壺から死者が這い上がってくるという。死者は部屋に満ち、土蔵に満ち、外からガン抜きをかけると、街中に響く声で泣くのだという。俺は頭を殴られたような衝撃を受けた。クラクラする。頭の中を、ハエの群れが飛び回っているようだ。鼻を尽くす得た匂いが漂い始めた。まずい。この壺はまずい。霊体験はこれでもかなりしてきた。その経験が言う。師匠は壺の口を覗き込んでいた。来たよ。這い上がってきてる。這い上がれ。這い上がれ。目がランランと輝いている。耳鳴りだ。ハエの群れのような。今までにないほどの
凄まじい耳鳴りがしている。パチンと音がして明かりが消えた。消える瞬間に、青白いリンが壺から立つのは確かに見えた。いかん、外に出るぞ。宗義さんが慌てて言った。見ろよ。こいつらは2000年経ってもまだこの中にいるんだよ。宗義さんは、わめき師匠を抱えた。こいつら人を食ってやがったんだ。これが僕らの現在だ。俺は腰が抜けたようだった。ここに来い。僕の弟子なら見ろ。覗き込め。この闇を見ろ。時間の闇は底なしだ。あの世なんて救いはないのさ。直進の共食いの業だ。僕はこれを見るたびに確信する。人間はその本質から生きる資格のないクソだと。俺はめったやたらにはしごを登り逃げた。宗義さんは師匠を引っ張り出し、土蔵を閉めると、今日はもう寝て明日帰れ、と言った。その夜、一晩中強い風が吹き、俺は耳を塞いで眠った。その事件の後、師匠は元気とやる気を取り戻したが、俺は複雑な気持ちになった。